ゾナンス。これがね、ベースと割と近いんですけれども、スピーカーのこのモーンって鳴るような低域ですね。はい、どうも始まりました。今回はですね、マーシャル JVM シリーズの使い方についてやっていきたいと思います。この JVM シリーズ、今ね、いろんなライブハウスだとか、リハーサルスタジオでの導入も増えてきていて、以前は JCM2000 だとか、900、800みたいなものが多かったりしたんですけれども、最近ね、このいっぱいこう、つまみがついてる JVM シリーズ、見かけることが増えてきてるんですけれども、これいっぱいつまみあるわ、なんかスイッチもいっぱいあるわで、ちょっとよくわかりませんみたいなことがあるんじゃないかと思いまして、この動画で使い方について丁寧に説明していきたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。この JVM シリーズですね、右にチャンネルが2つあるんですけれども、上がクリーンクランチチャンネル、下がディストーションチャンネルという形で2チャンネルあって、さらにその中でも3つずつ音が分かれてるんですね。この右にスイッチがあって、これを押すと、そのね、このチャンネルが切り替わる。ここはなんか分かりますよね。上と下のチャンネルが切り替わって、ちょっと弾いてみましょうか。今、EQ は全部12時方向で、ゲインも12時ですね、になってます。これがクリーンクランチチャンネルで、下だと、おお、結構歪むんですよ、オーバードライブチャンネル。こんな感じで切り替わるんですけれども、この2つじゃなくて、さらにこの3段階、緑、オレンジ、赤、そしてこっちも緑、オレンジ、赤、もうノイズからしてね、物語ってますけど、あります。上のオレンジ、赤ね、だんだん歪みますよね。こっちのオレンジとかね、レッド、めちゃめちゃ歪むっていう。でなので合計6音色ある感じですね。リハスタとかで使う時には基本的にはここのチャンネルをカチャカチャ切り替えることはあんまりないのかなと思います。おすすめとしてはこの上のクリーンクランチチャンネルのこの緑か、あとオレンジですね。他のエフェクターだとかそういったもので歪ませて、アンプはほんのりちょっと歪んでるぐらいに設定するこのオレンジがですね、割とおすすめだったりします。続いてイコライザー系ですけれども、ここにトレブルミドルベースがあって、マーシャルの EQ って感じではあるんですけれども、従来の JCM2000 とか800とかよりもさらにね、ちょっと作りやすくなってるっていうのと、割と12時方向ですでにいい音が出るっていう風になってるところが特徴かなというふうに思います。あとはですね、こっちにプレゼンスとレゾナンスがあります。これね、EQ なのになんでこっちに3つあってこっちに2つあって、なんか一緒の場所にしてくれたらもっと分かりやすいのにって思う方いらっしゃるかもしれないんですけども、実はこっちのトレブルミドルベースってこれプリアンプの EQ 回路なんですよ。でこっちのプレゼンスとかレゾナンスってパワーアンプの回路になるので、こう作り手としてはそこをごっちゃに配置するのはちょっとっていう感じで、こういう風に分かれています。プレゼンスとかを上げるとね、結構ジャキッとしますね。プレゼンスってトレブルよりもさらに高い広域が上がったり、下がったりするような感じなんですけども、これ下げると暖かくなりますよね。なので、ここは上げてこうジャキッとした音の方向で作るのか、マーシャルのちょっと耳に痛いのはあんまり嫌だなっていう感じの方はちょっとプレゼンスはカットして使うっていう感じになります。マーシャルのイコライザーって結構ダイナミックにもう全部カットみたいな形でやって作っても全然 OK というか問題ないので、ぜひぜひ自由に触ってもらえばいいんじゃないかなと思います。でこのレゾナンス、これがね聞き慣れぬ言葉だという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、ベースと割と近いんですけれども、スピーカーのこのモーンって鳴るような感じ、低域ですね、広がりみたいなところになってくるので、そういったところを調整できます。よくわからんという方はレゾナンスについては12時固定でやってもらっても問題ないかなと思います。続いてリバーブなんですけれども、リバーブのつまみが2つあって、これはねこのチャンネルごとにそれぞれ設定できます。右側がクリーンクランチ用、左側がディストーションチャンネル用なんですけれども、これね上げてもかかんないじゃん、あれこっちみたいな。
かかんないじゃんってなるんですけれども、これ実はですね、この下にオンオフスイッチがあって、このオンに光らせるとかかります。で、このリバーブすごく高機能でして、チャンネルごとにオンオフを覚えるんですよね。今このオレンジはオンじゃないですか。赤にすると消えて、青にするとまた消えたままで、オレンジ戻ってくるとつくんですよ。ここがポイントなので、オレンジでこうかかってると思って、やっぱりこっちのクリーンの方がいいかなって、あれリバーブ消えてるみたいになるんですけれども、ここでつけるとつきますという形になってますね。そして説明が最後になっちゃいましたけれども、このマスター1っていうのがマスターボリュームになってます。こっちのマスター2っていうのは普段は効かないんですね。じゃあどういう時使うのっていうと、ここをオンにするとマスター2の方にコントロールが切り替わるので、ソロの時とかはこのマスター2の大きい音量に設定しておいて、フットスイッチで切り替えみたいな形で使えるようになってるんですけれども、まあ普段特にそういう切り替えはしませんっていう方は、ここは特にねオンにせずに、マスターのこの1っていうところがマスターボリュームなので、これですね、これをマスターボリュームだと思って使ってもらえれば OK です。そしてもう一つ機能を紹介しておきます。ここにですね FX ループっていうボタンがあって、これを押すとですね、センドリターン、アンプの裏側にあるセンド、そしてリターンっていう音の出口と入り口があるんですけれども、そこに空間系だとかいろいろそういうエフェクターをつなげる場所があります。で、これをオンにすると、今ねこの BOSS の DD8 をつないでるんですけれども、これがオンになります。ディレイかかりましたね。この DD8 はさっきからずっとオンの状態だったんですけれども、これはオンにしっぱなしで、ここで切り替えるっていう感じですね。センドリターン使いますっていう方は、基本的にここは常時オンにしておいて、アンプの後ろのセンドリターンから足元のボードに引き回して、そこでねエフェクターをオンオフして使う、ここはずっとオンにしっぱなしっていう設定になるのかなというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。他にもですね、こんな感じでいろんな動画で説明しておりまして、マーシャルの音作り動画もとっても分かりやすい動画があるので、ぜひぜひこちらも見ていただければ、さらに音作りいろいろはかどるんじゃないかなというふうに思います。今回の動画が参考になったっていう方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録もめちゃめちゃお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。こういうのが教えてほしいみたいなのあれば、それもコメント欄にぜひぜひ気軽に書き込んでみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。